の動画はタミヤレギュ遵守でルール無用のアウトサイダーに立ち向かう物語なのであります。こんにちは、よすけです。前回の動画で、初めて2秒台に突入したよすけ氏。意気揚々とルール無用域を確認してみたら、3.00 秒になってました。ルール無用なのに、小数点の桁数にルールがあるとか、まあ、四捨五入だからしょうがないか。ということで、モノホンの2秒台の記録を残すために、最近流行りの愛ちゃんに、ミニ四駆最速理論を聞いてみました。ふむ。皆さんは MS フレキをご存知でしょうか？本番 JC では必須となっている改造方法のことで、シャーシにサスペンションの機能を持たせて、ジャンプ後の着地の衝撃を吸収。跳ねて CO するのを防いだり、スムーズに再加速するようになるらしい。JC でも LC はクリアしているのに、着地で跳ねて CO なんてことはしばしばなのである。あと、再加速がスムーズになればタイムも短縮するかも。ということで、超速ガイドを買ってみました。初めての MS フレキなので、基本に忠実がモットーです。加工のベースにするのは軽量 MS シャーシ、こいつを。できました、グレートですよこいつは。で、サスペンションの具合はいかに？ストロークは3ミリぐらいでしょうか。引っかかりもなくぬるぬる動いています、が。めっちゃガバガバやねん。どうやら矢印の部分をやすりすぎたようだ。まあ初めてだから加減なんてわからんよね。というか、シャーシぶった切ってる時点で、支点になる軸が2本しかなくなっているし、頑張って精度よく作っても構造的にガタがシャーシぶった切らなければ、いいんじゃね？そもそもなぜ、軸を2本にしなければいけないのか？ 4 本ともサスペンションにしちゃえばよくね？ということで。できました。お前は俺を怒らせた。センターシャーシを分割せずに、それぞれ4本の軸にバネが仕込んでありんす。動きはヌルヌルで良き、ガタつきは皆無ですね。普通の MS フレキと違う加工は、軸穴を4本ともギアカバーの面までカットして、スプリングが入るように6ミリで拡大しています。底面はカーボンプレートの押さえで固定。あと、センターシャーシ側がシャフトと干渉するので、この爪楊枝の部分をヤスリしています。タルバネの柔らかい方を使用、計8本必要。いや、そもそもバネを使用する必要があるんですか？衝撃を吸収する素材といえば、いいやつがあるじゃ。ということで。できました、アリーベデルチ。途中までは先ほどのバネ4つのフレキと同じですが、バネを入れる穴の拡大加工をしません。バネの代わりになるブレーキスポンジと、穴を開けるためのポンチ8ミリと5ミリを用意します。まず8ミリでくり抜いて、中心がずれないように5ミリで穴を開けます。こんな感じの輪っかになる。あとはシャーシに貼り付けるだけ。軸4つに貼り付けるとこんな感じ。他のフレキと同じように、硬い方のグリースを接触面に塗布して組み立てます。動きはこんな感じ。バネ4つよりも硬いかな？3無のブレーキスポンジを使用したのですが、有効なストロークは1ミリ程度のようです。下側に1ミリぐらいの隙間があるので、1G 状態で車高が落ちそうですね。ということで、いざ実装と行きたいところですが、今回は比較用のマシンを用意したのでその紹介。
はい、普通の軽量車足のマシンです。サスペンションがないので、車体が沈みません。その他のセッティングはこうなっています。前回の動画で同じセッティングの旧車足、10ラップ平均 3.21 秒、最速 3.09 秒でした。だいたい 30cm の高さから落とすとこんな感じ。跳ねてますね。ちなみに軽量化のためにダンパーなどはつけてません。比較用の納付歴、ほぼ実績ありなので安心です。買うよ。買うよ。買うよ。実績ありとは何だったのか？後から気づいたのですが、旧車足と軽量車足は、フロントのバンパー取り付け部高さが異なるみたい。軽量車足の方が1ミリ低いので、上段ローラーの位置も1ミリ低くなり、ロール体勢が悪化、CO しているみたいです。ということは、車高が1ミリ下がるスポンジフレキなら、ロール中心も1ム下がって、CO しないんじゃね？ちなみに減衰はこんな感じ。ストロークは小さいですが、ねっとり戻る感じです。羽根はどうでしょう？ちょっと小さくなったか？プラシーボ効果なのか？ JC ではっきりさせてやりましょう。お、LC はクリアしたぞ。タイムもいいぞ。さらに、タイムが安定している。スローモーションで確認。16分の1倍速。ここ。LC 中間でのジャンプ高さが異なります。さらに納付歴はロールが大きいのに対して、スポンジフレキは車高が下がっているので、ほとんどロールしていない、安定しています。納付歴はロールを抑えきれずに CO まっしぐら、スポンジフレキはコース内に、激しめの着地ですが、スポンジによる減衰がうまくいっているようです。スポンジフレキはありよりのありな気がしてきました。では、バネ4つのフレキはどうなのか？車高は高いままですが、ストロークは十分ですね。羽根はどうでしょう？跳ねてますね。バネの本数が増えたから硬くなっているのかな？まあいい、バネ4つの力を見せてみろ。LC は突破。が、ちょっと遅いか？ LC でお腹がちらっと見えてるぞ。どうやらギリギリの LC 突破のようだ。買うよ。買うよ。買うよ。やはり車高が高いままでは無理があったか。減衰云々の前に LC が突破できませんでした。最後は普通のフレキ。というか、失敗してガバガバになったガバフレキです。こんなにガバガバじゃスラストは抜けるし、CO でスーサイドアタックでもかますのでしょうか？一応跳ね具合も確認しときます。そんなに悪くないか？バネが2本で柔らかいのと、ガバガバ具合が減衰にはいいのか？まあ、いずれにしても LC 突破できないんですけど。ということで失敗作による JC。どんだけデーハーにぶっ飛ぶのか、見せてみろ。まぐれか？なんか3秒映ってますけど。何が起こっているんだ？
と、とりあえずスローモーションを確認してみよう。16分の1倍速。ここ。LC 中間でのジャンプ高さが異なります。理由はよくわかりませんが、ガバフレキはジャンプが低く、姿勢が前下がりになっています。重心は高いままなので、ロールの程度は変わりませんが、ガバフレキはジャンプが低い分、余裕を持ってコースに入っているようです。まさかこんなガバガバなフレキが最速になるとは。現実は小説よりえなり、とはこのことか。ここからは推理となるのですが、タイムが良かった原因は、1G 状態つまりカーブでは、フロント下段のスラストが抜ける方向に、ガバガバって、ダウンスラストによる摩擦が減少、タイムが短縮。逆に LC で飛んだ時、つまり 0G 状態では、スラストが強くなる方向にガバガバって、強いダウンスラストが効いた可能性。ということは、ガバガバ具合を制御できれば、さらにタイム短縮が可能ということか？まあ、その辺については次回以降にやってみようと。最後に今回の結果をまとめておきます。ガバフレキ最速タイムは確実に2秒台と言える代物。これで今回の戦略的目標は達成したということで。ではでは、よろしくメカゴジラ。